いたしました。先ほど菅林会長から権利書にサインが入りました。その権利書が目の前に置かれております。2019年の1月4日、東京ドームでのメインイベント IWGP の王座挑戦権利書、この権利を棚橋選手、行使しますか、どうでしょうか。それは一回僕が委ねられるんですね。行使します。はいというお答えをいただきました。棚橋選手、行使するということです。ではこのお返事を、いただきまして、改めて一夜明けての感想をいただきたいと思います。今回の、優勝並びに、それから来年の1月4日東京ドームで IWGP の王座挑戦権利を行使するということを決めた現在の心境も合わせてよろしくお願いいたします。改めまして平成最後の G1 チャンピオン棚橋宏です。3回目の G1 制覇になりましたけども、今回の優勝はまた違った意味で、すごく自分の中で重かったし嬉しかったですね。というのもここ前回の2015年の G1 から昨日の間に、本当多くの欠場があって怪我もあってなかなか結果も出なくて、そういう怪我してる部分とかなかなか思い通りに自分のプロレスができない悔しさだったりとかは僕は見せなくていいと思ってて、皆さんにとって棚橋宏っていうものは何かこう楽しんでもらえればいいかなと思ってたんですけども、なかなかそういう部分だけじゃなくてね、今回 G1 前にちゃんと自分でそういう怪我も含めて今現在の棚橋をね受け入れたことによって、今回の G1 制覇につながったと思ってます。はい、でこのね、G1、覇者が東京ドームまで2018年の下半期の中止になっていくのは間違いないですね。ここね数年見てますけど間違いないんですけども、その中でこの、ね、権利書東京ドーム挑戦権利書の相手、僕の希望があります。5月のレスリングドンタクで負けて G1 クライマックスで引き分けてっていうね、昨日の G1 で棚橋が十分戦えるってことは証明しましたけども、岡田を倒した上でドームに行きたい。なのでこの挑戦権利書をかけて岡田と試合を組んでくる。G1 制覇したので、ほっと一息つきたいところですけども、映画の公開もありますので、頑張って、両方向で、全力でやっていきます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは記者の皆様から質問を受け付けたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、それではどうぞ。はい、今のコメントを受けたんですけど、はい、あえて岡田選手を逆指名したということなんですけど、やっぱりこれかなりリスキーなことだとは思うんですが、やっぱりそこまでその、5月の負けというのがやっぱり残っている。それもG1 の初日で勝てなかったことがやっぱちょっと大きかったっていう。これはもう完全に僕目線なんですけども、負けて引き分けて勝てたらすごく分かりやすい形で棚橋の復調、調子の良さみたいなものをねアピールできるしっていう計算があります、はい、でもその分岡田の強さっていうのは十分理解してるんで、そのリスクがあっても岡田とやる必要があるなと考えました。それは昨日リング上での完全復活っていうところのもう一つ証明というか。はい。G1 を制覇するということはもう完全復活って俺言ってもいいと思うんですけども、さらにねアピールしていく上で岡田っていうのは避けて通れないって考えてます。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。ですね、ずっと棚橋選手のことを見ていて、はい、でもうすごいもがき苦しんでいる時も見ていたんですが、5月のですね、その岡田戦で敗れはしたんですけれども、はい、その後の棚橋選手の動きがですね、はい、もう目に分かるようにものすごい良くなっていくのがね、本当に分かったんですよね。はい、で筋肉といいますか肉体の方も、ベスト・オブ・スーパージュニアの最終戦で出てこられた時に、明らかにもうアップされていたし、やっぱりこの調子っていうのはその5月の岡田戦でちょっと本来の動きを取り戻したんじゃないかなと思うんですけど、その辺いかがですか？あるかもしれないですね。その試合感もそうなんですけども、あの日はね負けましたけども、その十分岡田に対して、その時のチャンピオンに対して十分動けてる、一方的にやられなかったっていうねところがまだまだいけるっていう気持ちになったし、そしてさらにコンディションが良くなればね、棚橋まだまだ十分いけるぞと、そうなんですよ。もうね、もう年齢にとらわれないレスラーになると、それはどうすればいいかって言ったら、より動けて、今よりもこうビルドアップされた体を作ってね、笑いじわとかをこうケアしてですね、若々しくあればいいかなと思ってます。ありがとうございます。昨日も質問させていただきましたけれども、実際B ブロックとの違いというものを井渕選手と戦ったことで何か感じたことってございましたか？もう井渕に関してはそうですね、特に僕からはもうアドバイスすることも何もないし、ないです。ただ僕が気になってるのはいつまでケニーと一緒にいるのかなっていうところですね。本当にレスラーとしてトップ取りたいんであったら、
ケニーと一緒にいたらその先はないなと俺は思ってます。まあ、これは僕の個人の考えなんで、はい、ちょっと私から最後になるんですけど、はい、どうしてもちょっと忘れられないことがあって、今年の 1.4 ドームのインタビューの後にですね、はい、もう俺の試合で4万人集めたかったと、うん、ものすごい悔しいはい、叫びをされてから控室に戻られたのをすごい鮮明に覚えてるんですけれども、やはりここ東京ドームっていう言葉を昨日も何回もおっしゃってましたけれども、やっぱりドームに対する思い、またそれが達成された時にその奇跡の2月とおっしゃっていた1ヶ月間の欠場期間が、今1年かかるわけですけれども、はい、達成されるかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。うん、全部つながってますからね、はい、僕はプロレスの可能性を信じてるので、はい、もっとたくさんの方にプロレスを見てもらって好きになってもらってっていうことができるし、その先頭に立つのは僕でありたいと思ってます、はい、僕しかできないかな、はい、期待してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて他にご質問ある方。はい、じゃあ昨日柴田選手に聞きましたけど、はい、試合後肩車されて、はい、なかなか大人になったら肩車されることない。あの時の気持ちと、あと試合後もし柴田と何か言葉交わしてないか、そんなことを話されたか。そのG1 の決勝の前日に柴田選手からセコンドつこうかということを言っていただいて、うん、いやもうそれはもう続いていただけるんであればと、ありがとうございますっていうことだったんですけどなんか試合前にね、新日本見せろって言われて、試合前から頭使わされたかなと、はい、新日本プロレスを見せろってどういうことなんだろうっていう答えはないけど見せれたような気がします。試合後は何か言葉があったり、なんか不思議な感覚でしたよ、おめでとうって柴田選手から言ってもらったことと、でね、後から気づいたんですけど、8月12日っていうのは何年か前に柴田選手が喧嘩売りに来ましたって言ってね、新日本にこう戻ってきた日も8月12日で、くしくも8月12日にね、そんな柴田選手に肩車してもらえるとは思わなかったです。本当面白いですね。ありがとうございます。では続いて何いきますか。すみません、はい、権利書の内定には岡田選手指名されたんですけれども、今のチャンピオンの今の IWGP チャンピオンのケニー・オメガ選手に対しては、はい、現在どういうふうに思っていらっしゃいますか。どう思ってるか、もうちょっと詳しく、どう思ってるか。戦うことになったらということ。戦うことになったら、そうですねケニー・オメガ選手もチャンピオンとして
もうバレットクラブではあるけども大人気じゃないですかね。その件に対して棚橋が何で向かっていいもんといいもんでやったら難しいんですよ。じゃあ何で対抗するかって言ったら、俺はお前のプロレス好きじゃないよっていうイデオロギーで対立構造を作るしかないかな。はい、運動能力もすごいし、日本語も巧みにね喋れるし、上手に喋れるし、みんな好きなんだろうけど、俺は彼のプロレスはあまり好きじゃない、そういうことです。他にご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。はい。先ほど岡田選手に対しては逆指名したんですけど、リーグ戦の中で田中選手の唯一の黒星っていう意味では、ジェイ・ホワイト選手の開幕戦で快楽であるんですけども、ジェイ・ホワイト選手に関してはどういうお気持ちですか。J の出方次第でお願いします。はい。J がこの権利書とかね、俺勝ってんじゃねえかって言ってきたら、っていう今考えてる物事の順番としては、はい。あとは先シリーズね G1 中に戦った気になる選手たち。吉橋、ペイジが今後どう動いてくるかなっていうところが気になってます。はい。他にご質問ある方いらっしゃいますか。すみません。はい。ちょっとお話戻ってしまうんですが、昨日リング上でですね、この G1 を優勝したってことは新日本で自分が生き残ったということですと、いう言葉がありました。先ほど奇跡の2月1ヶ月というお話もありましたが、やはり今年2度の欠場で、一度は棚橋さんの中に相当の危機感があったんでしょうか、春先とか。怪我の種類にもよるんですよ。良くなる怪我であればもうどんどん治療してしっかり治して万全で帰ってきましたっていうことは言えるんですけども、僕の怪我の種類というかは、武藤さんも一緒なんですけど、長く付き合っていかないといけないというところで、けど長く付き合っていかないといけないんですけど、付き合い方がようやく分かってきたかなと。その2月の時期にはファンからですね、もう休んでほしいと、本格的な手術も視野に入れてほしいというような声もあった中、この半年間で、本当にかなりの奇跡的な回復で、この昨日のハイフロー、フライフロー3発にしろですね、戻されたと思うんですが、おっしゃれる範囲でこの半年間の努力というのはどこまで？そうですね、悪い部分、膝をカバーするにはやっぱり膝周りの筋力の強化、インナーマッスル、体幹ですね、体幹と、臀部、大臀筋ですね、大臀筋をバランスよく使って膝の負担を減らすというところもトレーナー先生としっかりやってきましたし、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問他に大丈夫でしょうか。ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。岡田選手との対戦時期みたいなものに関してはどのようにどうなんですかね。やっぱ僕の自分の中でこの、戦いの感覚が、残っているうちにやりたいので、次期シリーズとかどっかね
いくつかビッグマッチの会場があるみたいなので、どっかでできれば、思います。他にご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は以上とさせていただきます。ではこの後は写真撮影と移らせていただきます。インターネット中継ご覧の皆様とはこちらでお別れという形になります。本日もご視聴誠にありがとうございました。